皆様、明けましておめでとうございます。新年一発目から演出なコントロールに切ってる春日部紬です。今年もほどほどに頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いします。試合の方は3 t 目スタートの甘いキープしたらお相手赤単で絶望しているところです。黄昏の強楽は赤にとっても刺さるんだけど1ターン目熊野だともじもじするのが難点です。ここは強楽使ってもいいんだけどいまいち使い道がなさそうなベリアナさんを使っておきます。開始で死亡確定だけどダメージ吸ってくれると思えばありがたい。お相手はクリーチャーが3体並びます。これはちょっと美味しい。サラバベールのリリアナ、こちらは黄昏の強楽を2連打で発展ゲイン4トークン。お相手はチャンドラをキャスト。このデッキは PW 取れないのでめっちゃしんどいです。さらに稲妻の一撃は顔に。ここチャンドラ殴るために2体残した方が良かった説はある。こちらは放浪王を引きました。まずはチャンドラを殴って構えてターンエンド。チャンドラプラスからフェニックスのヒナをキャスト。さらにミシュラの鋳造小クリーチャーか。こちらは放浪王をキャスト。動きから火力は持ってなさそうなのでマイナス1から入ります。即走なら一方なんですが、このデッキ放浪王しかミシュラン取れないのでミシュラン優先しました。そしてマイナス2で即走を取ります。ここは忠誠が固いテフェリーに耐えてもらいましょうか。奥義使われないようにチャンドラを削ってターンエンド。チャンドラプラスから下剣山の根力。これはテフェリー取られてしまいましたね。実質キャントリップで5点吸ってくれたので仕事したということで、そしてようやく全除去引きました。テフェリーが生きてたら宇宙だったんですが、お相手チャンドラのプラスでトップを見ます。デッキに噛み合えば強い PW ですよね本当。こちらも3マナの PW で対抗します。しずき海斗をキャスト。マイナス2でトークン生成。唯一の弱点を突かれました。お相手オールインせずに火遊び温存してたの偉いですね。お互い完全に動きがなくなりました。こちらはしずき海斗をもう1枚見つけました。まず殴ってしずき海斗をキャスト。プラスで1ドロー。除去は今のところそんなにいりませんね。ちなみにこの全除去は後に抜けました。お相手熊野からチャンドラプラスで再現壊しがめくれます。これは強い。こちらはセレスタスをキャスト。夜にして1枚ルーティング。これはいい感じのカードを引きました。お相手チャンドラのプラスでフェルドンがめくれます。熊のフェルドンは完全にやってる動きです。さらにズチシをキャスト。トークンがブロックできなくなりますが、なくてもしないかな。こちらは放浪王を引きます。原作再現に一歩遅かった。上川のアニメ PV めっちゃエロいので見てない人はぜひ見るといいよ。あーしはそれでハマって上川のストーリー全部読みました。上川で一番好きなキャラはカイトくんのお姉ちゃんです。なんでカード化しなかったんだろう。試合の方はお相手サイデン壊しでトークンが取られます。そして2体でアタック。こちらは放浪王をキャスト。颯爽と現れてハゲを守ります。そしてチャンドラのプラスで退場。悲しい。次のターンまでにクリーチャーを用意できないとチャンドラが奥義に届いて非常に危険です。テフェリーだとトークンが取られた時の裏目がすごい気がする。ここは4マナ4マナで動くことにしましょう。お相手チャンドラプラスから即走をキャスト。テフェリーを取りに来ます。そして再び現れる放浪王。テフェリーを守ります。またプレインズウォーカーを引きました。まず殴ってちゃんとセレスタスからマナを出して表わずのソリンをキャスト。このスタイルいつの間にか設定されるの何とかならないかな。さらに青テフェリーをキャスト。テフェリーソリン放浪王の新年会開催です。
何話すんだろうこの人たち。ウォッチのチャンドラはここでたまらず爆発。対戦ありがとうございました。2戦目いくぞ。さすがにこれはマリガンです。これはキープ。土地を戻します。青風呂ランド判別しからしすぎ問題。お相手また1ターン目クマの、もしかして袖の下から出したりしてない？まあ今回は先ほどと違ってくだらない展開をお見せしたいと思いますよ。お相手フェニックスのヒナと即走をキャスト。はい、新たに追加した3マナ全体除去を引きました。ここで使うのは早計なので、まずはトークンを出して様子を見ましょう。お相手さらにクマノを追加。さっきのターンに即走からクマノって使われてたらマウスぶん投げてそう。ここは2体ブロックで。そしてこれが赤タンを絶対倒すために積んだ除去。一時的封鎖です。お相手ヒナに火遊びで墓地に落とそうとしますが、クマノがいると自分のクリーチャーもこうなるんですね。わかるけど初めて見ました。お相手支部の壊滅者をキャスト。こちらはほぼ100点のドローですね。ベリアナマイナス2から書き消しを構えてターンエンド。ほら何か使ってきなよ。はい、書き消しです。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。最後は過激対決いくぞ。黒黒でないけどこれは満足キープ。お相手沼を置いてターンエンド。黄昏の凶楽を4点ゲインキャントリップとして使えるけど、相手がアグロかわからないのでまだ我慢します。しかし青風呂ランドでそれはないと確信。ちゃんとダメランからマナを出して1点もらってから使いましょう。お相手土地を置いてターンエンド。かなりコントロール寄りっぽいですね。こちらは放浪王を構えます。これミラーですね。となれば相手の嫌がることをやりましょう。放浪王打ち消しは予想通り。こちらはベールのリリアナをキャストします。コントロールでのベリアナ採用はアンチシナジーなんですが、単純に対コントロールであまりにも強いんですよねこのカード。なんか国別が飛び交いそうなのでセレスタスは捨てます。そしてここ1マナで止まってるのでほぼ確実に黒更新です。ベリアナは維持したいのでちょっと困りますね。お相手構えてターンエンド。ここでフェリー差し出したらベリアナ諦めてくれないかなとキャストします。打ち消しでもいいですけど通ったのはラッキー。早速ゼロから。ここでお相手黒更新。テフェリーの忠誠はドローに誘発だからここ X4 で取れるんですよね。ともあれベリアナは生き残ったのでプラスを連打していきます。お相手テフェリーをキャスト。ゼロから入ったのでベリアナ奥義に間に合ってないですね。こちらもテフェリーから1ドロー。さらにベリアナ足す1。ここは国別ですね。そのままターンエンド。次のターンクリーチャーが出れば奥義、出なければプラス続行かな。お相手セレスタスをキャスト。4マナ経ってないので放浪王の心配もありません。これはプラス続行かな。こちらはさらにテフェリーをハンドへ。テフェリーをキャストして打ち消されます。ということでハンデス続行。その後にテフェリーでドローします。次のターンはいよいよ奥義ですね。ここでテフェリーに奥義使われる可能性もあったので使われなくてホッとしてます。お相手メインで記憶の反乱。そのまま構えてターンエンド。こちらはまず衝動から放浪王をハンドに加えます。そして放浪王をキャスト。ベリアナ奥義使うつもりだったからこのターンは別に構えてよかったのにうっかりしてました。そしてお楽しみのベリアナ奥義。ここ皆さんならどう分けます？アーシはこう分けました。これならさすがにテフェリー捨ててくれるかな。テフェリー捨てるくらいなら2マナで戦うということですか。いやしかしランデスは気持ちいいです。スタンでここまで派手にできるカードは他にないよね。お相手テフェリーマイナスにそのまま構えてターンエンド。ちょっとセレスタス鬱陶しいですね。こちらはトライオームをドロー。まずサイクリングから土地か
お相手のテフェリーの奥義を止めるのは難しそうですね。ハンデスしてこちらはドローします。なるほど。まずはアタックしましょうか。やっぱり除去は持ってましたか。しょうがないのでこれ使っちゃいますか。また2マナから頑張ってください。お相手テフェリークラスから構えてターンエンド。こちらはまず衝動から。ここでフォーローオーはいいですね。構えて相手の奥義の返しにキャストできますね。ちなみにテフェリーの奥義は土地以外全部バウンスで1枚ハンドに、残りはデッキに戻されます。ここでかき消しはめっちゃ強いので取っておきましょう。お相手テフェリーゼロからドローがなければ奥義使っても自利品だし、そうなるか。ここは否認以外なら通るしいっちゃいますか。お相手の運算無償にはかき消しです。フォーローオーが着地してお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけでスパーフレンズでした。いやベリアナ強いですね。このデッキは全除去とクレインズウォーカーでコントロールして奥義やトークンでのフィニッシュを狙うデッキです。タイトルに書いていたアーシが思うゲンラダー最強の除去とはこれです。2マナ以下のパーマネントを追放するエンチャントですね。前回の動画でアゾリウス兵士が一番遭遇率が高いと話をしましたが、月初に限っては違っていて赤タンの遭遇率が 20% 近くあり1位です。ということで完全に赤タンを狙い撃ちでマイナス2オールや3点オールではなく熊野も取れる一時的封鎖です。上位3デッキがアグロということで黄昏の強落も4積みしています。ここまでやってギリギリ5分ってところですけどね。あとはフレンズということでいろいろな PW を採用していますが、アグロだけ見るならフォーローオーだけ入れてスパーコンにした方が強いと思います。それでもいろいろ入れているのはまず結構コントロール対面が多いことですね。みんな月末ほど必死じゃないので兵士が減って雑多なデッキが増えてます。雑多なデッキに勝とうと思ったら赤タンを使うか国別で全てを解決するコントロールですねってことです。コントロールはクレインズウォーカーの対処手段が薄いことが多いのでベリアナをはじめとしてかなり刺さる場面が多いです。なのでクレインズウォーカーを多数入れてフレンズデッキにしています。というのが建前で、本音は PW いっぱい並ぶと楽しいから入れてます。金差しの3種のクレインズウォーカーはどれを引いても面白い動きになるので新鮮味があっていいです。次弾がとても不穏なので大丈夫なうちにフォーローオーとカイトくんをセットで使ってあげたいのもあった。いやほんとフォーローオー完成化とかないよね。アーシの脳が破壊されちゃうよ。緩和9台、このデッキの強さですが結構強いですね。今のところ40戦くらいあって 64% です。このリストはまだ遊び心が残ってるのでガチのエスパーコンは結構いけそうです。以上です。皆様改めて本年もよろしくお願いします。次回のデッキはコンセプトは決めているのですがあまり強くなりそうにない。でも紹介すると思います。いつもコメント、いいね、報告、マイリストありがとうございます。登録者も800人近くまで来てついに1000人が見えてきました。ぜひ登録よろしくお願いします。NRI5267 様、前回の動画にギフトありがとうございました。では次回もお楽しみに。バイバイ。